ガビ、フロック、アニ、この3人の共通点ってわかる？進撃の巨人の嫌われキャラだな。兄も嫌われてるの？アニは直接調査兵団員を大量に殺したのに、アルミンといい感じになっちゃったことに反発を覚える人が一定数いる。ベルトルトやライナーは病んでしまっていたからな。それ言ったらジークもいっぱい殺したよ。ジークは結局死んでしまったからな。理不尽。そういうわけで、今回はこの嫌われ役の3人を北欧神話から解説。ちょっと待って、兄はかっこいいっていう人も多いよ。ガビが素直で可愛いって人も一定数いるな。フロックも嫌われる一方で、フロックが一番正しいって人も一定数いるね。僕、わかったよ。この3人は、この3人は戦乙女ワルキューレ。そう、戦場の女神、ワルキューレ、ついでに、シーナフリッツも、ワルキューレ、ガビは、スルーズ、フロックは、フロック、アニは、スバーガ、シーナは、スクルド、全員、ワルキューレ。ワルキューレは、戦場に出没し、英雄を厳選してバルハラを国にする、怖い存在。けれども、味方につければ戦争に勝つこともできる。また、彼女たちは白鳥の化身とも言われていて、とても美しい。フロックは当初、鳥の巣のような髪型だったのに、アーレ編あたりから急にかっこよくなったよね。そう、ワルキューレとして目覚めたからだと思う。死神のように恐れられるワルキューレ。けれどもそれは好き好んでやっているわけではなく、長であるオーディンやレイヤの命令に従っているだけ。兄も好き好んで人殺しをしていたわけではない。任務を忠実にこなしていただけの汚れ役だな。けれども、美しいワルキューレたちは人間と恋することもあったので、英雄たちには人気だったりする。その代表格がベルトルトとアルミンである。英雄ヘルギとその弟エジン。ファルコもガビに恋していたが、カルコもそうなんだけども、カルコの恋は別にも理由があるんだ。カルコの恋はショートの43番を見て、こうやってワルキューレが恐れられる一方で、英雄には人気なのって3人が読者視聴者に極端に嫌われたりする一方で、一番好きとか一番正しいって言われることとすごく似ていない？似ている。すごいな。ワルキューレという存在をまんま読者視聴者にも体感させてる。伊佐山先生の凄さがこんなところにも出ているよね。さて、ワルキューレは白鳥の化身とも言われているけれども、北欧神話の白鳥ってどこからやってくるか知ってる？ウルズの泉にいる2羽の白鳥から生まれたんだよな。そう、ワルキューレもまたウルズの手熊。ウルズって初代進撃マリア・フリッツのことだよね。つまりガビ、フロック、アニも全員マリアの手熊だったんだ。ユミルの旅の血筋は必ずユミルにたどり着くし、マリアの血にもたどり着くのも高確率ってことか。まさに私たちユミルの民はどこにいようと始祖の巨人の一部のようなものなんだ。マリアの一部のようなものでもあった。ちなみに僕も一部で嫌われてるよ。アルミンはロキ、北欧神話の代表的ヴィランなんだ。